街が動き出す朝早く、掃除のプロフェッショナルたちのミッションが始まります。住宅街から高速道路まで24時間体制で道を磨き上げるスペシャリストたちの活動記録を目撃してください。まずは街の清潔を守る清掃車。重さはおよそ4トン、カバ1頭分に匹敵する重量です。ゴミを奥へと押し込む圧縮板の力はなんと6トン。一度におよそ1000人分ものゴミを運び出す怪力マシンの仕組みや、中が見える特別なスケルトン車を徹底解剖します。舞台は時速100キロの世界、高速道路へ。そこには圧倒的な巨体で路面の安全を死守するロードタイガーの姿があります。小さな砂利一つが重大な事故につながるハイウェイにおいて、路面の安全を死守するこのマシンの技術はまさにプロの極致です。続いて登場するのは重さおよそ22トン、まさにジンベエザメ級のスケールを誇る路面清掃車。2つの巨大なブラシで土砂を巻き込み、まるで掃除機のように一気にゴミを吸い上げる驚きの吸引力に迫ります。道路の守護神、散水車も欠かせません。22トンの車体には8000リットルもの水が蓄えられています。埃を抑えるだけでなく、火災時の水源や災害時の給水でも活躍するマルチな能力を目撃せよ。最後は埼玉県深谷市の人気キャラクターが描かれたふっかちゃん清掃車。安全のため計3カ所に緊急停止スイッチを備え、ゴミの分別の大切さを教えてくれる街の優しいヒーローです。街を磨き上げ、私たちの当たり前の日常を裏側で守り抜くプロフェッショナルたち。その誇り高き技と情熱が詰まった至極の記録を最後までその目に焼き付けてください。それでは本編スタートです。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは清掃車だよ。あらポポ、とっても楽しそうだけど、どうしたの？だってこれから清掃車を見に行くんだ。だって僕清掃車大好きだからね。ストップ、止まってポポ。なんで？ここが清掃車がいる練馬清掃事務所よ。あれ？でも清掃車がいないよ。見てポポ、作業員さんが出てきたわよ。本当だ、たくさんの作業員さんが出てきたけど清掃車がいないよ。清掃車はこれから来るのよ。見てポポ、清掃車が来たわよ。うわー、やったー。これが清掃車よポポ。清掃車の大きさはおよそ5メートル、重さはおよそ4トン。カバと同じくらいの重さなのよ。
作業員さんが清掃車に乗り込んでいくよ。うわー、かっこいい。これからみんなで手分けをして集積場を回って街をきれいにするのよ。さあポポも急いで、清掃作業が始まるわよ。ゴミ集めの様子を見せてもらうぞ。行ってきまーす。早速着いたわよ。うわー、たくさんのゴミが一気になくなったよ。実はこの圧縮板という装置でゴミをかき込んで奥に押し込んだからよ。作業員さんがボタンを押したら圧縮板が動いた。圧縮板のおかげでゴミがなくなったように見えたのか。この圧縮板を押し込む力は6トンもあるから、より多くのゴミが積めるのよ。ちなみにこの清掃車で 1.5 トン、家庭で出るゴミのおよそ1000人分を運べるそうよ。でも押し込まれたゴミは中でどうなってるのかな。清掃車の中が見える特別な車があるけど見てみるかい？お願いします。この車なのかな。一体どうなっているのかな。うわー、中が見える。スケルトンの清掃車だ。この清掃車は中が見えるように特別に作られた車で、ゴミが押し込まれていく様子がわかるでしょ。本当だ。これなら1000人分のゴミが積めるのもわかるね。でももっとゴミがあるときはどうするの？もっと大きな清掃車が活躍するんだよ。もっと大きな清掃車がいるの？たくさんの家族が暮らすマンションや団地などでゴミを集めてくるのが大型清掃車なのよ。これが大型清掃車よ。普通の清掃車よりも一回り大きくて力持ち。しかもゴミを多く積み込めるのよ。作業員さんがゴミの入ったコンテナと呼ばれる大きな箱を清掃車にセットして、レバーを上げると箱を持ち上げて一気にゴミを入れ込むのよ。大型清掃車は一度に2トン以上、およそ1500人分のゴミを運ぶことができるそうよ。
車は力持ちなんだね。でも集めたゴミはどうなるの？いい質問ね。ここでクイズよ。集めたゴミはどこに行くでしょうか。みんなも10秒考えてね。A は清掃工場か。C は海か。B の清掃事務所に持ち帰る？わかったかな？正解は A の清掃工場へ持っていくでした。街で集められたゴミは清掃工場に集められて燃やされるのよ。清掃車の後ろが大きく開いて、中にある板でゴミを押し出しているのよ。うわー、いっぱいゴミが吐き出されてきた。ゴミを出し終えた清掃車はまた街に出て、一日何回もこうやって清掃工場に運んでいるの。作業員さんたちは大変なんだね。集められたゴミはこのクレーンでかき混ぜてから焼却炉で燃やすのよ。うわー、すごい量のゴミだね。このクレーン一つかみでおよそ3トンものゴミがつかめるの。クレーンの下が焼却炉になっているのよ。焼却炉は800度以上の高温で24時間ずっと燃やし続けているのよ。そしてこのゴミを燃やした時の熱は発電や温水プールなどに利用されているのよ。この中に燃えないゴミがあったら大変。分別は大事なことなんだね。ポポ、清掃車のことが分かったかしら？清掃車のおかげでゴミのない綺麗な街でいられるんだね。リユース、リデュース、リサイクルに取り組んで、僕もゴミを減らさなきゃね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは清掃車でした。それじゃあまたね。バイバイ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路を守る車だよ。あら、ご機嫌ね。ポポ、どうしたの？今日は高速道路を守る車を見に行くんだ。そうなのね。じゃあまず最初に見るべき車を紹介するわね。なになに？まず最初に紹介するのはこれ、ロードタイガーよ。ロードタイガーって強そうな名前だね。ロードタイガーの名前の由来は、捉える、
検査する、熟視する、正確な、素早いという意味の英語の頭文字を取った言葉なのよ。大きさはおよそ6メートル、重さは 3160kg。 メスの象と同じくらいの重さなのよ。ロードタイガーってどんな仕事をするの？ポポ、ロードタイガーは高速道路の路面が傷んでないかを細かくチェックしてくれる乗り物なの。高速道路の路面はよく見るとひび割れしたり段差ができていたりするのよ。ほんとだ、デコボコのところもある。ポポ、ロードタイガーの後ろの部分を見て。ここに 3D ステレオカメラがついていて、走りながら道路の状態をチェックしていくのよ。うわー、青いラインが出て走ってる。この青い LED ライトを道路に照射させて、カメラで道路の状態を撮影しているんだって。だから高速道路を走りながら路面の状態を細かく知ることができるのよ。ちなみに撮影した画像は車内のパソコンに録画されて、1メートル間隔で道路の状態を分析していくそうよ。へえ、ロードタイガーってとっても頭がいいんだね。ロードタイガーも高速道路の安全を守っているんだね。さあポポ、次は水噴霧測定車よ。水噴霧測定車は大きさおよそ9メートル、重さはおよそ10トン。象2頭と同じくらいの重さなのよ。変わった形をした車だね。どんな仕事をするの？実は高速道路のトンネルの中の天井部分には、万が一火事になった時に火が燃え広がらないように水噴霧の機械というのが取り付けられているの。水噴霧測定車はスプリンクラーが大事な時にちゃんと動くか点検する車なのよ。へえ、すごく大事な仕事をしているんだね。今日は特別に作業する時の状態に変身してくれるそうよ。うわー、楽しみだ。すごい、こんな形になるんだね。ちなみにこのバケットと呼ばれる部分でスプリンクラーから出た水を受け止めて水の量を測定するのよ。次に紹介するのはこれ、高所作業車よ。高所作業車の大きさは 8.5 メートル、重さは 7875kg。 シャチと同じくらいの重さなのよ。高所作業車は名前の通り高いところの作業をするときに使う車。高い橋での作業で活躍するのよ。うわー、高くまで上がってる。このクレーン車が一番高いところまでアームを上げると、なんと27メートルもの高さになるのよ。うわ
上がるんだね。遠くまでよく見えるね。じゃあここでクイズよ。このクレーン車は何の作業に使うでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。なんだろう。A かな。 C の標識の点検かな。何かな。わかったかな。正解は B の橋の点検でした。これは橋梁点検車といって、人が入れない橋の下などにクレーンを伸ばすことができて、橋の状態を点検するための頼もしいクレーン車なのよ。ポポ、高速道路を守る車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは高速道路を守る車でした。それじゃあまたね。バイバイ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車だよ。うわー、どの車もすごいスピードだ。やっぱり高速道路はすごいな。高速道路は車がスピードを出すから、安全に走れるように道路をきれいにする車がいるのよ。へえ、どんな車がいるの？まず最初に紹介するのはこれ、路面清掃車よ。これが路面清掃車よ、パパ。大きさは11メートル、重さはおよそ22トン。ジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。路面清掃車は下についているこの2つのブラシで路面にある土砂やゴミなどを掃除する乗り物よ。ブラシが回転しながら横に飛び出てきた。パパ、この装置は土砂やゴミを吸い上げる掃除機のような役目なのよ。ブラシで土砂を巻き込んで掃除機で吸い上げるんだね。すごい！いろんな装置がたくさんあるんだね。より速いスピードで走る高速道路では小さな砂利やゴミがあると危ないので、この路面清掃車が大活躍するのよ。
路面清掃車のおかげでいつも道路がきれいなんだね。次に紹介するのはこれ、散水車よ。散水車の大きさはおよそ11メートル、重さはおよそ22トン。この車もジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。散水車は道路にあるホコリや砂を風で飛ばされないようにしたり、トンネルの中の壁を清掃したり、冬場では道路が凍らないように塩水をまいたりと幅広い活躍をするのよ。うわー、すごい。今度は車の体中から水を吹き出し始めたよ。壊れちゃったのかな。大丈夫よポポ。あれだけ水を出してタンクの中に水はどのくらい入っているのかな。散水車のタンクにはなんと8000リットル、2リットルのペットボトル4000本分も入るのよ。8000リットルってすごい量だね。さらに散水車は道路の掃除以外にも火災の時の水源の代わりや災害時の給水車にも使われたりするのよ。散水車っていろんなとこで活躍してるんだね。さあポポ、最後も路面清掃車よ。変わった形をした路面清掃車だね。この路面清掃車は大きさは7メートル、重さはおよそ6トン。象と同じくらいの重さなのよ。ここでクイズよ。レバーに注目してね。作業員さんがレバーを押すとゴミはどうなるでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。難しいよ。なんだろう。A のゴミが吹き飛ぶかな。なんだろう。わかったかな。正解は B のゴミを吸い取るでした。なんだか掃除機みたいだね。高速道路上には空のペットボトルや水見用のゴムなどが落ちていることが多く、小さなゴミを回収するのに活躍するのよ。ポポ、高速道路をきれいにする車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車でした。それじゃまたね。バイバイ。毎日たくさんのゴミを回収する清掃車。埼玉県深谷市のキャラクターふっかちゃんが書いてあるんだ。
り物ワンダーは清掃車を紹介するよ。こんにちはポポ。今日は何を見に来たの？今日は清掃車を見に埼玉県深谷市まで来たよ。あ、清掃車発見。いつもの清掃車と違って絵が描いてある。これは埼玉県深谷市のキャラクターのふっかちゃんよ。深谷ネギをイメージしていてとっても人気があるのよ。地域によって清掃車のデザインは変わるけど、ここ深谷市ではふっかちゃんのイラストが描いてあるの。みんなが出したゴミを集めるため清掃車が一斉に出発するわ。今日は燃やせるゴミの日。ゴミを集めるところを見に行きましょう。やったー。近くで見たことないからすっごく楽しみ。うわー、ゴミがどんどん清掃車の中へ押し込まれていく。ここの積み込みボタンを押すと、このかき上げ板というのが動いて清掃車の中にゴミがどんどん入っていくの。へえ、そうなんだ。じゃあポポ、ここでクイズよ。この清掃車は1回でどれだけのゴミを運べるでしょうか？ 1、500kg、 2、800kg、 3、1500kg。 みんなも10秒考えてみてね。これだけ大きかったら3の 1500kg は運べると思う。わかったかな？正解は3の 1500kg でした。およそ1000人分のゴミだそうよ。1000人分ってすっごい量だね。ゴミ回収が終わったら次の集積場へ移動よ。あれれ、車に乗らないで歩いてる？後からゴミを持ってきた時にすぐ受け取ってあげられるように、近い場所だと車に乗らずに歩いているのよ。優しいね。清掃員のお仕事が分かったから、次は清掃車の仕組みも見に行きましょう。楽しみ。これはスケルトン清掃車。中が見えるように特別に作られた車なの。どうやってゴミが入っていくのかな？うわー、すごい！ゴミが入ってきた。ゴミが押し込まれていく様子がわかるわね。ゴミを1000人分も積めるのも納得だね。ゴミがどんな風に入っていくかが分かったから、次は集めたゴミをどうやって出しているか清掃員の方に見せてもらいましょう。じゃあお願いします。お願いします。うわー、後ろが大きく開いたよ。たくさんのゴミが一気に出てきた。ゴミを出すときはこのホッパーと呼ばれる部分が上がって、中にある排出板が奥から一気にゴミを押し出しているの。ほら見てポポ、奥の方から押し出されているのが見えるでしょ。ほんとだ、グググって押し出された。街でよく見かけていたけど初めて知ることばっかり。せっかくだから気になる部分を清掃員の方に聞いてみましょすみません、この赤いのは何ですか？では、緊急停止スイッチと言いまして、我々は両手を使って、お仕事をしているので、緊急の時に足で止める場合があります。
こちらも緊急停止スイッチ、同じ役目をしています。こっちに1つ、もう1つがこちらです。それと最後に一番初めにお話しした緊急停止スイッチ、それを合わせると3つあります。誰かが飛び出してきた時や危険な時にどこにいてもすぐ止められるように3つもあるのよ。すごいね。清掃車がお仕事をしている時は危ないから気をつけてね。うん、気をつける。こんなところに消火器がある。なんで積んでるんですか？ゴミ収集車の中に火が出ちゃった場合、直接吹きつけて消します。火が出ちゃう理由っていうのが、ゴミの分別を守んないで燃やせるゴミの中に燃やせないゴミを入れて、中で摩擦が起きて火が出ちゃうっていうのが原因です。ゴミを出す時はルールを守らなきゃね。ゴミの分別はすっごく大事なんだね。清掃車には他にも仲間がいるのよ。これは清掃ダンプ車。主に粗大ゴミを運んでいるのよ。粗大ゴミってどんなゴミ？ポポはどんなゴミだと思う？粗大ってことは大きいゴミのこと？そう。例えば自転車や学校の机、スーツケース、スキーの板など、さっきの清掃車で回収できない大きなゴミのことよ。いろんなゴミを回収しているんだね。この清掃ダンプ車では一度に2トンまでなら運ぶことができるのよ。いっぱい運べるね。清掃車が街で集めてきたゴミは清掃工場に運ばれるのよ。燃やせるゴミはそこにある大きな焼却炉で燃やすんだけど、燃やせないゴミは埋め立て地というところに運ぶの。清掃車は街でゴミを集めて1日に何回も清掃工場に運ぶ大変なお仕事なんだね。ポポ、清掃車のこと分かったかしら？清掃車の仕組みも分かったし、ゴミの分別が大事だってことも分かった。今日の乗り物ワンダーは清掃車でした。それじゃあ